はい、どうもしんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、9割の人が勘違いしているオーバーフローシンプル解説をお送りいたします。最近、オーバーフローの質問がまた増えてきておりますので、おおむね勘違いしている方が多くいらっしゃるようですので、今回はですね、オーバーフローについて非常にシンプルに解説していこうと思います。詳しく知りたい方はですね、以前オーバーフローの動画いくつか出しておりますので、ご確認いただければと思います。オーバーフローに関してはですね、非常にシンプルなシステムになっておりまして、小学生レベルの足し算、引き算ができればですね、何も迷うことがないものになってます。ただ、ちょっとした勘違いで、その思考にとらわれてしまってですね、内容を理解できずにいる方が多くいらっしゃるようですので、そのあたり後半で勘違いしている内容を一つ一つ解説していきますので、オーバーフローよくわからないよっていう方はですね、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では本編どうぞ。それではですね、まずはオーバーフローのシステムについてシンプルに解説していきます。詳しい内容を知りたい人は以前ご紹介しているオーバーフローの動画をご確認いただければと思います。よくわからないよっていう人は後半の勘違いしている内容についてご確認いただければと思います。まずはペットのインベントリーを開いていただくとこの画面になりますが、この画面は一切オーバーフローには関係ありません。この画面を使うのは変異出しの時なので、オーバーフローでは一切関係ないので気にしなくていいです。インベントリーの下の先祖を表示というところを押していただきます。オーバーフローで使うのはこの画面のみです。もしくは裏装置で見た場合のこの部分だけになります。右側の数値は関係ありません。そして見るべきところは単純です。で、ボケそれぞれのこの部分の数字を見ていただきます。あとはこれを足し算していくだけになります。一つややこしいところに関しては、親の変異カウンターは見れるんですが、その個体、今見ているペットの変異カウンターはゲーム上に数字としては現れません。今回わかりやすく名前を変異カウンター数で書いているので、親の合計値が今見ているペットの変異カウンター数ということになります。これはわかりやすく両親とも同じ変異カウンター数になっているので、シンプルに倍掛けの数字になっているんですが、両親が同じ数である必要もありません。ただ、計母系の合計値がその子供、今見ている子の変異カウンター数となりまして、この数字が21億4748万3647を超えた段階でオーバーフローを起こして変異カウンター数がマイナスになります。これがオーバーフローということになります。なので、計母系の変異カウンター数は別に何でもいいです。0足す0は0なので増えていかないんですが、1でもあればですね、変異カウンター数は上がっていきますので、ただ変異カウンター数を足し算で数を増やしていくというだけのものになっています。なので、オーバーフロー個体、強さとも一切関係しません。ただ、ここの計母系の変異カウンターの足し算して数を増やして21億4748万3647を超えることを目指すだけの作業です。ただし、その個体、育って交配して子供を産むということになるので、育てるブリーディングの時間であったり、交配間隔の問題であったり、通常の速度だとかなり時間を要します。ギガのような長期間のブリーディング個体だった場合は年単位の時間がかかる可能性があります。
なので、非常に時間と手間はかかるんですが、システムは非常にシンプルです。ただの足し算なんで、これを勘違いして難しく考えてしまっている方が多くいらっしゃいますので、この辺は後半で詳しくご紹介していきますので、ぜひご確認いただければと思います。この個体、最初変異していなかったんですが、このあたりで変異が入ってます。変異1ですね。1と0なんで1の個体なんですが、別で変異個体がいたので、3の個体と1を足しているんで、この11枠の状態では4になってます。最初ちょっと変異数で見ていたので、名前から分かりづらいんですが、この辺から変異カウンターの数で表示してます。10と15で、この個体は25になっておりまして、8の段階のこのメスということになります。それと別にオスが変異して26になったので、25と26を足しています。ここは非公式サーバーなので、交配の間隔が非常に短いので、オスメス生まれるまでひたすら産まして、そこからブリーディングをしているというものになっています。あとは倍掛けで足していっているということになりますね。うまくオスメス揃わなかった場合に関してはですね、元々のオスとメスとどっちでもいいんですが、偏ってしまった場合は前の段階のメスとかオスとか片割れと交配させればいいだけなので、オスメスうまく合わなければですね、その前の世代と合わせるなどをして数が増やせるよっていうところをチョイスしていただければ結構ですので、交配テスト、どっちかというとオスメスの数合わせるよりはですね、生まれた個体と前の世代やその前の世代のオスメスと掛け合わせる方が早い場合もあります。ただ、ブリーディングをまとめてする場合はですね、それまでの間、ずっと卵を産ませていれば、オスメス揃えれる場合もありますので、それはその時の状況次第で考えていただければと思います。ブリーディングにも時間がかかるので、交配間隔が短かったり、卵を産む期間があるんであれば、オスメス揃えた方が楽な場合はあります。特にギガとかブリーディング期間が長い個体に関してはですね、同じ数足した方が足し算で増やしていく分ですね、形にしても母形にしても変異カウンター数が高い数字の生物同士を合わせた方がより多くの変異カウンター数を持った個体が生まれますので、単純にただひたすら変異カウンター数を足し算していく、積み重ねていくということだけを考えていただければいいです。悩んでしまうところなんですが、その個体自体の変異カウンター数は出ていないので、オーバーフローのタイミングでマイナスになっている個体なんですが、ゲーム上の数字は出てきません。その子供の親の変異カウンター数のところには数字で出てくるんですが、その段階ではすでにオーバーフローがされています。母系の合計値が21億4748万3647を超えていれば、すでにオーバーフローしていると思っていただければいいです。これが重要なのは、マイナス数値でも同じくマイナス21億4748万3648を下回ってしまった場合、逆のオーバーフロー、アンダーフローというのが発生して、プラスに転じてしまいます。ここだけオーバーフローで注意しないといけない点になります。足し算、マイナスとプラスだと相殺されていくんですが、マイナスとマイナスを足した場合は、マイナスの数値が増えます。例えば、マイナス15億の個体とマイナス10億の個体を掛け合わせてしまうと、マイナス21億超えてしまいますので、オーバーフロー個体ではなくなってしまいます。なので、両親が両方ともマイナスだった場合は注意が必要です。足していくらになるか計算をしないといけません。あともちろんですが、プラスとマイナスを足す場合、プラスの方が量が多いと、その個体もプラスになってしまっているので、ご注意ください。変異なしのところでご紹介していますが、変異なし、オスで行っていくと思うので、メスの個体、
掛け合わせる個体が0であれば変異カウンター数は変動しません。なので、シンプルにオーバーフローを使って変異出しをする場合は、0個体と掛け合わせて変異出しをした方が変異カウンター数のことを考えなくてよくなるので、非常に楽になります。ただ、しっかり計算して目に見えている数字が親の数字だっていうところだけ認識していただければ特に問題はないです。なので、オーバーフロー個体を作るまで、マイナスになるまでは全く何も考えずに、ただ形母形の合計値を計算して交配を繰り返していくということになります。そして、オーバーフローしてマイナスになった場合は、形母形足してプラスにならないように注意しないといけないということだけ覚えておいていただければと思います。以上がオーバーフローについてでした。では続いて、多くの方が勘違いしている内容についてご紹介していきます。この勘違いによって、オーバーフローを難しく考えすぎてしまって前に進めなくなっている人が多くいらっしゃるようです。この勘違いが正しい情報に置き換われば、オーバーフローは非常にシンプルな作業です。大きく分けて2つあります。一つは変異出しとオーバーフローは別物ということと、もう一つがその個体の変異カウンター数は目に見えていないということです。一つずつ解説していきます。先ほどお伝えした通り、変異出しとオーバーフローは別物です。この画面、ステータス画面を見るのは変異出しだけです。これはモッドで数字が出るようになっているんですが、ここの変異数を見ていくのは変異出し行っている場合になります。オーバーフローはこの変異カウンター数を見るだけのものになるので、見る画面が異なります。ただし、変異出しの時は、ここの変異カウンター数も重要となってくるので、この画面を見ることはあります。今回はややこしくなるので、変異出しの話はしないので、変異出しについて詳しくお知りになりたい方は、別途変異出しについてご紹介しておりますので、それぞれ切り口を別にして変異出しについて解説しておりますので、1個見てよくわからないっていう方はですね、別の変異出しの動画も見てみるといいかと思います。変異出しについては基本的に ASA、ASE ともに変わりはないので、どっちを見ていただいてもシステム的には一緒です。ASA の場合は別で確認しやすかったり、特性によって変異出しがやりやすかったり変わっている面はありますが、変異システム自体は一緒なので、どれを見ていただいても問題はないです。強い個体を作りたいということであれば、まずは変異出しを理解しましょう。オーバーフローは変異出しのところでより変異出しを進めるためだけの個体なので、オーバーフローイコール強いではないので、ご注意いただければと思います。あくまで強いのは変異出しを行っている個体ということになります。そしてオーバーフローは変異出しを簡単にするものという認識で大丈夫です。オーバーフローは変異出しを少しシンプルに考えれるようにしてくれるというものになります。詳しくは変異出しの動画をご確認ください。なので、オーバーフローと変異出しは全くの別物であって、変異出しの工程の中の一つの作業だと思っていただいていいです。変異出しとオーバーフローは全く別のものだと考えていただいた方が理解しやすいかと思います。オーバーフロー個体は変異出しをよりスムーズに行えるようにするための作業みたいなイメージの方がわかりやすいですかね。一緒くたに考えるのでややこしくなってます。なので、オーバーフローに関してはですね、ただの足し算になってますので、たとえ父母変異カウンター数が揃わなくてもいいですし、ずっとオスばっかりが生まれて母系の変異カウンター数が上がらないのもさしたる問題ではありません。ただちょっと交配の数が増えるだけです。また、オーバーフローを作っている間で変異が発生する場合もあります。それはただ変異カウンター数が1増えてラッキーというだけなので、難しく考える必要は一切ありません。
ただ足して21億4748万3647まで数字を増やすということだけを考えていただければ、オーバーフローについては問題ありません。マイナスになった時だけ注意していただければと思います。そこにあたってもう一つの勘違いなんですが、システムのところでもお話ししておりますが、オーバーフロー個体、変異カウンターについては、今その個体自体の変異カウンター数は目に見えません。今目に見えている数字はあくまで親の変異カウンター数なので、この変異カウンター数はゲーム画面上にどこも出てきません。今、この個体は名前を変異カウンター数にしているので目に見えていますが、それ以外では目に見ることができません。今この見ている個体に関しては親の合計数になってますので、これちょっと両親とも同じ数なんですが、4896足す4896で、この子供の個体変異カウンター数は9792となっております。この子供が交配するまで、親になってここに数字が見えるまで、その個体の変異カウンター数は計算しないと目に見えないというものになってますので、そこを勘違いしている人が存在します。ここで注意しないといけないのが、マイナスに入ってからなんですが、システムのところでもお話ししましたが、マイナスに当たっても21億4748万3648超えてしまうと、プラスに反転してしまいます。マイナスとマイナスを足した場合、マイナスの数値が増えてしまいますので、例えばマイナス15億とマイナス10億足した場合、マイナス25億になるので、正に反転してしまいます。なので、この画面で両親それぞれのステータスにマイナス15億とマイナス10億がもしあったとすれば、その子供の個体はプラスになってしまっているので、マイナス個体ではなくなってしまうということになります。オーバーフロー個体を計、母計、それぞれマイナスの数字があるかどうかで考えられている方が一部いらっしゃるので、そこだけご注意いただければと思います。親の数字が15億と10億だった場合、親はプラスなんですが、合計数は25億だ。反転しているので、その子供はすでにマイナスに転じて、オーバーフロー個体となっております。なので、そこだけですね、一つだけややこしいところではあるんですけども、忘れずにいていただければと思います。おおむねこの2点、変異出しとごっちゃになっている人と、その個体の変異カウンター数が目に見えていないということに対してですね、勘違いして親の数字で考えてしまっている方、多くいらっしゃいますので、なかなか変異しないよってなっている場合ですね、親の数字を足していくつになるかを考えていただくという認識を再度お持ちいただければと思います。以上が勘違いしている内容でした。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、オーバーフローについてシンプルに解説してました。オーバーフローのシステムは非常にシンプルです。ただの足し算です。ただ増やしていくだけです。マイナスに入った時はですね、少し考えないといけなくなる時はあるんですが、オーバーフローするまではですね、何も考えず、ただ変異カウンター数を交配して足していくというものになってまして、数をただひたすら増やすということになります。それ以外は何も考えなくていいです。多くの方が変異出しとごっちゃになって何がいい何が悪いって考えてしまっているようなんですが、一番効率がいいのは自分の状況に合わせることで、自分で考えていただくことで、ブリーディングがこまめにできるのか、できないんであれば交配間隔状況と合わせてですね、オスメス揃えてしまった方がブリーディングの数を少なく済ますことができます。ブリーディングできるのにブリーディングせずにオスメス揃うまで卵を割っているっていうのは逆に効率が悪くなる場合もあります。自分が作っているオーバーフロー個体の交配間隔とブリーディング期間、イベントの兼ね合いなど自分の状況に合わせた形でしていただければ、それが一番効率のいい方法となります。
なので、オーバーフローに関しては、ただひたすら変異カウンター数の足し算で数を増やしていくというだけになっておりますので、当倍で考えれば気の遠くなる、時間かかる作業ではあるんですが、達成感もあると思うので、ぜひですね、自分の環境に合わせた手段を見つけつつ、オーバーフローにチャレンジしてみるのも一つだと思います。ただしですね、オーバーフロー個体がいるだけでは強くなりません。あくまで変異出しをする人の言い方悪いですが道具なだけなので、変異出しをしないんであればオーバーフローを作る必要は全くないです。あくまで変異出し行う場合の一つの作業ではあるので、オーバーフロー個体全く必要のない場合も出てきます。もちろん時間がかかる作業なので、今すぐ変異出ししないけど、とりあえずオーバーフロー個体は作っておこう。後々変異出しこの個体はするので、オーバーフロー個体作っておこうっていうのは全然ありだと思うので、ぜひご活用いただければと思います。ちなみに ASA の場合、特性で変異出しの確率を上げる特性もあるので、それを使ってオーバーフロー使わなくても ASE 時代よりは変異出ししやすくなっている部分があります。ただし、オーバーフロー個体いるとですね、さらにやりやすくはなりますので、余裕があるんであればオーバーフローチャレンジしてみていただければと思います。オーバーフローと変異出し全く別物になってますので、変異出しについて強い個体を作りたいという方に関してはですね、別途変異出しの解説しておりますので、そちらをご確認いただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他 Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。